ずいぶん久しぶりだったな、北京さんよ。これか。ご飯が思ったよりミスターペペポッポじゃなくてもう死んでんだよこれ。おい、さあここはすごいぞ。この部屋はこれフィギュアに、これゲームか。あ、これなんてやつだ、ポケットクラブっていうのかとかあったり、なぜかこのガシャの機械そのものがあったり、ゲーム筐体だな。ここはカード出すか、あれは。そうです。カードダスの本体。でこの謎の髪型のカカロットのキントーンか。そうですね。広い心を持たないと乗れないっていうキントーンの。まあ俺もな、純粋な悪だからな、乗れるだろうなこれ。でこのなんかドラゴンボールのガシャがあったり、このでかいなんだこれ、万能カプセルロボット C6 号か。これはこれ25年前になるんですけど、ジャンプ25周年の時に鳥山明さんがデザインしたゲームロボってやつで、これ自体よ。ほう。でそれがゲームイベントで公開された後で、全国のゲームセンターにあったな当時。あそれを貴様が盗んできたわけだな。まあ保全を否定しろ。ちょっと見る。あ、これ色細かいのあるな。これなんだこのダイキャストみたいな。このこれメタル将棋っていうおもちゃで。将棋か。ええ、あ、これで将棋で対戦できるんだな。そうですね。俺もいるな。で一個一個ブラインドで買って集めて好きな駒を使って将棋をやるっていうゲームだったんですけど、残念ながら2段で打ち切り。終わりと。これ最近のやつだな。ビルスとか最近ですね。ブルーとか嫌がるな。あ、これ名シーン再現のやつだな。この辺はそうですね。ガチャポンで300円のシリーズ。あ、邪念場にお父さんをいじめるな、待たせてな、覚悟はいいか。あと栽培マンと。あ、これあったな、このチョロ Q みたいなやつ。これコーヒーのやつか確か。そう、コーヒーのおまけのやつ。いろいろあって、こんなもんあったな。このお前おかしいだろ、ブルマと俺を並べろ。なんでピッコロと俺なんだ。これ俺持ってたぞ、この辺のやつ。一応ちゃんと書いてんだな。2003年の発売されたドラゴンボールカプセル。これドラゴンボールのなんかオレンジのやつに、ドラゴンボールのケースに入ってるやつだろ。カプセルの中にこう組み立ててこういう形になる。俺とナッパのシーンがあったり。これバーダックか。そしてフリーザ対カカロット、リクーム対ご飯、ボディチェンジ。俺とザーボンだな。この辺持ってたな。17号が吸収されるとこにトランクスが剣を突き立ったとこで、精神と時の部屋からカカロット親子が出てきたとこだな。そしてこれが、2004年。これはあれじゃないか、精神と時の部屋から出ようとしてるとこじゃないかこれ。バカって言い合うところですね。このシリーズね、すごくシーンの切り取り方とかもすごい好きで。であれですね、最初の頃こそちょっと造形が割ともっさりした感じだったんですけど、途中から中澤さんっていう造形師、今も活躍されてる方なんですけど、その方に変わった、Z から無印に変わった頃からがすごく出来が良くなっててですね。これはすごいな。超浸水、超清水か。でじっちゃんにジャッキー・チュンとのダブルノックアウトのとこだな。あとこれはもう最初のとこか。そうですね。すごいドラゴンボールのまさに名シーンのところもあれば、ここ切り取るかなっていうところのシーン選びがあって、これしかもこれウーロンの化けたブルマがパフパフって言ってる時だろ。そうですね。後ろの方にちっちゃいブルマいるかな、この亀仙人の後ろあたり。亀じいさんの後ろいるな。ここちょっと見てるな。ランファン、下品な女だ。でこれ紫総長の水遁の術にお湯を注いでるとこだな。これすごいお気に入りなんですよね。このコミカルなシーン。よくこのシーンをこの立体にしようと思ったな。後ろの貫けなとこか。マフーバだ。マフーバで牛乳配達、
あ、これ貴様、このブルマのこんなとこにも尻があんのかの時だな。でタンバリン、あ、これもう大腸の魚じゃねえかこれ。お、早期弾、これすげえな。うん、あとこのパンチをもらうとこだな、人魚に。あとあれのとこだな。あ、これ俺だ、まるで台風の時だ。終わりだ、カカロットの時だ。あとはこれはあれか、たくましく成長していたようだのとこだな。ピッコロさん、体ぶっ壊れてもいいか。結構細かいシーンがあるな。なるほど、これだけで1時間ぐらい使えそうだぜ。さあ続いてはゲームか。ゲームだ。あれだな、このピコ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 する画面が変わんないやつだな。LSI ゲームってやつですね。ガーリックジュニアのやつがあんのか。そうですね、割とね、誰が買うんだこんなガーリックジュニアのやつなんか。ファミコンの前っていうイメージあるんですけど、ファミコン出た後も割と出てて、確かにこんなもんセルの時だから90何年だろう。であとはセルが出たりとか、ご飯編になってもまだしぶとく言える魔人ブー。この時はもう完全にフリーザの時だけどな、このスーパーサイヤ人は。でさすがに魔人ブーで94年とかになると、さすがに LSI ピコピコっていうのが売れるわけもなくてですね。なんか工夫してんのか。これ海外でしか売ってないんですよ。何？国内未販売で、これほら香港って書いてんな。で国内販売なしの香港でしか売ってなかったんですけど、なんとか手に入れてここに。なるほど。でもこれドラゴンボールエボリューションの PSP あんじゃねえか。ありますね。これはあれだな、映画の公開と同時に発売されたけど、初日に確か2000本ぐらいしか売れなかった伝説の売り上げ再開ゲームだろ、ドラゴンボール史上。割と投げ売りされてるってやつで、ちょっと前にゲオで100円で。100円かよ。やったのかんで。やってないだろうな。カルトクイズあんじゃねえか。そうですね、これもスーパーカルトクイズだ。当時宇治木さんのね、カルト Q っていう番組が流行って、なんかクイズもやたら難しいやつとかね、専門的なやつが流行りだした頃で。ちょっとやってみて。遊び方なんですけど、なんだ、ちょっとクイズの問題が載ってんのか。そうですね、いろんな遊び方ができて、例えばこっちが取り札になって、ドラゴンクイズ書いてんな。で、クイズでも遊べるし、こちらは取り札にもなっている。でこれ空の人造人間25なんですけど、このキーワードを一個一個読み上げて、でそれで25だって分かったら25の札を取るっていう。カルタみたいになってんだな。なるほど。だからドラゴンボールの知識がないと勝てないっていう。でその裏には普通のスーパードラゴンクイズ、これはただ、カルトクイズとして遊べるっていう。なるほど。ちょっと出してみろ。じゃあ1問ちょっと出してみましょうか。では第1問。メタリック軍曹の燃料は何？燃料？動力ですね、動力。あったかそんなの。これね、あります。落ちに何かが切れたから止まったというのが。落ち？ガソリンか？電池か？正解です。電池だな。乾電池でした。そうだそうだ。結構ついてくんな。結構ね、渋いところついてきます。なるほど。他を深いこせ。第一変身のフリーザの尻尾を切ったのは誰？第一変身の第一っていうか変身した後だな。クリリンになる。正解。俺紀元山じゃないからな。俺の尻尾切ったのはヤジロベエだからな。ではパパイヤ島にある空港の名前は？ドリアン空港。正解です。当たり前だ。ではですね、フリーザに命令されてギニュー特戦隊を呼んだのは誰？プールだ。正解です。まあな、俺ならな。答えがちょっとメタリック軍さんちょっとヒヤッとしたかな。これなんだ？テレビ電話っていうゲームで。電話あんな。でちょうどオレンジカードじゃない、テレホンカードが出だして、公衆電話が入りだし、街中に出だした頃にちょうど出たゲームで。そんな昔かじゃ。
お、来たぞカカロット。声が若いな。何遊んでやろう。これどうすんだこれ。電話すればいいのか。お、来た。カード出てきたぞ。俺じゃねえかこれ。ほう、入れてやろうじゃねえか。ここでいいのか。入った入った。カメハウスとブルマの家。もちろんブルマの家だ。声が若いなかかる。いいだろう。おお、ドラゴンボールを探す。え、ブルマの家行ったんだろ。ブルマの家行ったんだろ。ブルマの家行ったんじゃないのか。お、クイズ、またクイズか。なんだこれは誰のものかね。あ、この首輪か。父、ボラ、ブルマ。まあ、ボラだな。意外と難しくないかこれ。ガキ向けにしてはなんかボラの首輪とか。楽はまあヤムチャだな。むずくないかこの楽のマークが誰のキャラのやつでしょうとか。ちっちゃい投げんなよ。みかんみたいな感じで。あ、で次の面。お、マッスルタワーか。なんか洞窟。じゃあマッスルタワー行ってやろうじゃねえか。紫とか出てくんじゃないのか。無警戒だな。お、来た紫。え、1のボタンで避けてくれ。あ、おお、ちけえな距離。おい、当然だ。あ、来んのか来んのか。また弾く。ずゃなめやがって。まあまあガキ向けのゲームだからな。そもそも走れ走れ。あ、落ちてる。なんか雑に置いてんな。え、あ、紫終わりか。おい、キングキャッスル。あ、ピッコロだ。なんかピッコロ街壊してるぞ。何じゃんけん。うんじゃねえか。よし、けんはあけんはっ。お、勝った。ずあお、勝った。弱っ弱っ。しかもピッコロがドラゴンボールになった。あ、シェンロン呼ぶのか。その雑に投げんなってドラゴンボール。あ、来た。え、あ、ピッコロが壊した町をな元通りにしろと。おうおう、いやお前またドラゴンボールバラバラになったじゃねえか。うん。あ、終わった。なるほど、こういうゲームか。全くストーリーの意味がわからなかったかな。結局最後なんかまたドラゴンボールバラバラになってんじゃねえか。何回かプレイしたらね、マルチエンディングでいろんなエンディングに行ったりとか。マルチエンディングなのか。ちょっと気になるとこだが、まあ今日はこのぐらいにしといてやろう。おい、これ動くのか。あ、そうね、電源入れたら動きます。何、ちょっと入れてみろじゃん。はい。まあ、純粋な悪な俺が乗れるかどうか知らんがな。
おほら僕、お楽しいぞ一緒に飲んねえか。声が若い。こんな髪型じゃなくこれ乗っていいのかも。あ、どうぞ。これいくらすんだそもそも。これ1回100円ですね。俺の心は水洗便所のように純粋な狭っ。ケツからそうそんな感じで、その下の青いとこ座った方がいいかも。そんな感じ。狭っ。どうやって動くなこれ。100円を入れて、スタートってあるの？スタートボタンを。いいだろう。おお、いやいや、おお、やだ。痛い痛い。狭い。おお。それっぽい曲がかかってるな。痛い。狭っ。なんだ？光ってるボタンを押すと。なんだ？いけ。眺めはまあ確かにな。いろんなフィギュアがあるからな。当たり前だ。いってー、右足いて。狭い。ああ。どうだ。ベジータが均等に乗るシーンなんか扉絵でもないだろう。貴重だぜ。長えな。あ、聞こうと。あ、終わった。終わりか。残念だけど、もう終わりだな。ああ、そうか。カプセルが出てくるぞ。おい、なんか出てきたぞ。おい、なんだ。カプセルを忘れんなよ。何？おい、なんか出てきたぞ。そうですね。なんだ。一回乗ってカプセルをもらえるっていう。あ、なるほど。でカプセルを取りにお子さんが降りる、自動的に降りるっていう。あ、考えてんだな。だだこねてなかなかガキが降りないって言わないように。なるほど。よく考えられてるじゃねえか。さあ、いろいろ見てやったわけだが、そうですね。全部で何点ぐらいあるんだこれは。そうですね。正確には数えてないんですけど、1万はまあ優に超えてると。1万。これはもう記録だろ。そうですね。今のね世界記録がね6000台なんですよ。数が。圧倒的じゃないか。たったの6000か。なので、ギネス記録を塗り替えるには十分だと思うので。あ、じゃあもう申請してるのか。今申請待ちの状態。申請待ち。で、あと本当に数えるってなるとリストアップがすごい大変なのと。確かにな。で、それぞれが全部公式のものなのかっていうのを全部証明しなきゃいけない。怪しいしな、なんか変な海外のやつだからな。ああ。なのでそれにちょっと時間かかるんで、今年中にはなんとかしたいなっていうのは思ってて。なるほど。で、まあ最終的に博物館的な。そうですね。博物館ができたら寄贈したりとか、個人でやるにはやっぱりちょっと権利的なものが難しいと思う。ここ金取りゃいいだろ。いやいや、もうお金取ったらダメですよ。もうそんなもう。何がだ。あれ、個人でやる分にお金取っちゃなかなか。金取る入場料1000円ってやりゃいいだろ。まあだから手でやりゃいいんですよ。喫茶店の手で。ああ。2000円と来るぞこれは。ああ。で、最悪俺がこの謹慎とかなった場合に雇え。なんかもう闇にならないように頑張ります。ないな、貴様そんなないな。反社会勢力と光だな、貴様は。光ですよ。光の仕事として、もし俺がなんか食らった場合は、そうですね。ここを DB 博物館として運営してってやろうじゃねえか。また何か面白いネタがあれば、また何か面白いなんかですね、ネタが見つかったり進展があればまた来てやるからな。楽しみにしてやがれ。じゃあな。